あ、落とし物だ。なんだろうな、この袋。2つもあるな。きびだんごって書いてある。こっちは豆だ。きびだんごと豆ってことは、ズバリ持ち主はジャックと桃太郎だな。とんでもないもの拾っちまったぜ。桃太郎もジャックもさぞかし焦ってるだろうな。どうすんだよこれ。これがなかったらどうなっちまうんだ。物語が変わったりして。怖いこと言うなよ鉄。いや、ないとは言い切れないな。それぞれ物語にとって欠かせないアイテムだ。畜生、なんてこった。早く届けてあげないと物語が変わっちまうぜ。ジャックと桃太郎に送ってあげよう。そうだな。きびだんごがないとジャック空行けない。桃太郎だって豆がなけりゃ一人で鬼退治だぜ。いくら桃太郎でも一人はきついだろう。まあいざとなったら俺の3体虎鉄で助立ちしてもいいけどな。まだその修学旅行のお土産持ち歩いてんのかよ。あれごめん、俺の聞き間違いかもしれないけど、ジャックが逆だよね。ジャックが豆で、桃太郎がきびだんご。面白いな、松は。松はコメディアンだ。桃太郎はきびだんご持って何をするんだ？これは非常にまずいな。過半数が勘違いしているようだ。いやー、松くん、君は実に面白いな。ジャックに豆をさせるって地球でも仲間にするつもりかい？桃太郎にきびだんごをあげたら、犬から巨大な木が生えてくるわ。待て。本当にジャックにきびだんごを送る気か？おい、豆植えてるジャックが想像できるか？いや、土に団子を植えてる人見たことあんのかよ。ひょっとして本当にジャックは豆だと思ってる？いや、そうなんだよ実際。桃太郎はきびだんごで犬を仲間にするんだ。犬と猿とキジ？いや、そこは合ってんのかよ。いや、ちょっと待て。きびだんごと豆を整理しよう。そうだ、急いでジャックと桃太郎に送らなきゃだからな。松は豆がジャック、きびだんごが桃太郎だと。そうだ。なあ松、冷静に考えてみろ。団子なんて生地食べれないぞ。喉細いから詰まっちまうぞ。まずい。勘違いしてるのに妙に説得力がある。食べられて豆だ。加えるのは大変そうだけど。まずいな。ペースが完全に持っていかれてる。そうだ。そしたら、団子から木が生えるのか？当たり前だろ。ジャックなら何だって生やすさ。ジャックがすごいやつだっていう理解をしてるのか。あれは豆が実は魔法の豆だった。で、巨大化して空まで行けたって話だぞ。やっぱジャックはすごいや。ジャックが魔法かけたみたいになってるな。そうするときびだんごはなんで犬たちを仲間にできたんだ？魔法。やばい、ごちゃごちゃになってるな。おじいさんとおばあさんがきびだんごを作ってくれたんだよ。それを犬たちに配って仲間になったんだ。ほう。ということはおじいさんとおばあさんも魔法使いってことか。うわ、どうしよう。全然通じない。桃太郎も魔法を使って鬼を倒したんじゃないの？それはさすがに犬たちの立場がないだろう。なんてこった。このままだと物語が変わってしまう。そうか、絵本を見せればいいのか。よし、タム、テツ、絵本を確認しよう。それでわかるはずだ。絵本では桃太郎がきびだんごを配ってるってことかい？可能性はかなり低いと思うけど。松がそこまで気になるなら見てみようか。すんごい俺がわがまま言ったみたいになってる。よし、じゃあこれが本なんだけど、見てみろって。表紙がジャックと豆の木だ。あれ？ジャックが団子を持っているだと？松、一人で愉快だな。まあ落ち着けって。また屋上で雲見る？いや、おかしいな。まずい。二人がおかしなことを言ってるもんだからだんだん未来が変わり始めてる。あれ？よく見ると、桃太郎の隣にうっすら木が映り始めている。犬猿生地に豆あげて無視されたんだな。かわいそうに。これはまずいぞ。一大事だ。ジャックよ、そのまま団子を植えて天まで伸ばせ。桃太郎も早く犬たちに豆配れるといいね。やばい。さっきよりも木の絵が濃くなっている。おいおい、ちょっと待って。それ以上言うな。どうした？ジャックよ、魔法をかけるのだ。ジャックが団子を植えちゃった。これは未来がもうその方向に進んでるってことなのか？さ、というところで、そろそろジャックと桃太郎に送ってあげようか。もういいかい松。どうしよう。なんかそれでいい気がしてきたよ。まったく人は騒がせな子だな。もう、魔法にでもかかったか？ここで速報が入りました。鬼退治に行く予定だった桃太郎さんが木に登って空へ行ってしまったことが分かりました。また、イギリスのジャックさんが地球を味方にしたと大騒ぎしている姿が目撃されております。現場では